味はやっぱ昔と変わってない。お次3名様どうぞ。おきにー。おきに。ラーメンお二つです。今日は満足して帰りますわ。これ何キロぐらい届いてるんですか？骨が200キロちょいとももが100キロ200キロか200キロぐらいですかね。別所さんはその天満店の店長になるんですか？そうです。本店で5、6年ぐらいいましたね。そうです。もともとご地元って京都ですか？もともと京都で途中で結婚を機にって感じ、大阪引っ越してきてって感じです。天満店の話がもう関係なく。関係なくですか？関係なく大阪。部位的にはこれももですね。ロースのとこです。と次バラ切ります。2種類あります。それの理由は聞いたかったんですよ。なんかもう社長的な考えではもっともっと規模を大きくしていきたいっていう会社の店舗展開の中で大阪っていうのはやっぱ一個の通過点じゃないけどでこの店をそのモデルにしていきたいというのはずっと言ってましたね。その大阪でやっていく上でめっちゃ綺麗なバラね。こういうとこが焼き豚とかに使われるところなんですよ。さっき釜に箸というか入れてはったじゃないですか。あれはもう焦がすとこなんでもったいないしちょっとでも出汁で使おうという感じです。これがメインのスープで、こっちが予備のスープでこれでうまいこと調節していって美味しいラーメン、美味しいスープ作っていく。こっちでお肉炊いてでいいスープ出てくるんで、出過ぎたらこの薄い方で調節してって感じ。
火を作ってって味整えてるって感じです。10月の31日にオープンされてから、はいまあ約2週間ぐらい1週間弱ぐらい経ったと思うんですけど、今までで一番多かった来客数が何ぐらい？やっぱグランドオープン日はやばかったですね。それで大体600人ぐらいかな、600人ぐらい来たんですかね。700人。関西とか大阪でも来店アセスが好きな方いっぱいいると思そうですね。嬉しい。食べようと思うとやっぱり京都にね足運んでっていうことが多かったんですけど、そういうお客さんのためにもって感じですね。大阪に立ちたの。僕もめっちゃ嬉しかった。5枚です。はい。吉本さん来てくれたら昔そうですね、バラとか。じゃあバナナで。バラで。両方バラで大丈夫。開放で。焼き豚中2つお願いします。2丁。いらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ。お願いします。いらっしゃい。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい。普通は白バラ白まだ入ってます。片目とくネギなしで。白。焼き豚先もらっていいですか。焼き豚今やってます。肉なしネギ。肉なしネギです。ごめんなさい、普通片目一杯バラって言います。バラで。お茶吸っていいんで返しにもらっていいですか。大事あよ。韓国一硬い麺、中国なしで。いいよ。普通から欲しいです。いいよ。
した箸丼に次で欲しいです。はい、やってます。いらっしゃい。いらっしゃい。丼です。ミニです。ヒデさん。はい。特製。ミニ。足どうしよう。お次1名様どうぞ。ごめんなさい、お待たせです。はい。いらっしゃい。ミニが油やったな。いらっしゃい。これ油野菜。ここまでかね。
おきに特製一杯ネギしてください。はい他注文なしです。すみません、真ん中のテーブル奥側のお席でお願いします。お次3名様どうぞ。テーブル真ん中の手前側のお席でお願いします。はい今いくつなの？今21です。今年2です。もうちょっとで2です。毎回慣れました。あ、でもだいぶ慣れました。でも何もわかんないんですよ。言い方とかむずいですし。いやでもなんかめちゃくちゃベテラン感出てまいやしたけど。最悪。やめてください。今まで見た中で一番できますね。やめときましょうそれで。やめましょう。仕事を覚えるスピードがめっちゃ速かったです。100人以上もできましたけど、めっちゃ速かったですね。ガチで。あんまでも人前立つの得意じゃないです。あんま目立つの得意じゃないです。いやでもはい大丈夫です。お待たせしました。特製ラーメン片2名です。塩のラーメン片2名。お待たせします。どうぞ。じゃあ8本の生姜。創業は何年にしたの？創業今年で78年。僕で今4代目ですね。生まれた時から第一朝日が存在してる。それこそ3歳とか小さい頃からこのラーメン食べてましたね。継がれることに関しては嫌じゃなかった。最初はちょっと抵抗はあったんですけど、もともとその音楽のボーカルとしてちょっとまあ夢じゃないですけど、そっちの道を目指してて、初めはそんな継ぐ気はなかったんですけど、でその中で父が他界しちゃったんですよ。他界しちゃって、でそのタイミングでまあちょっと覚悟を決めるじゃないですけど、継ぐっていうのを決めました。僕が24歳の時なかったので、24で引き継いだって感じです。18歳から一応アルバイトで、本店で働いてました。で21歳から24歳までは正社員として働いてました。でその合間を縫ってなんか音楽をしてたっていうイメージです。いらっしゃい。ラーメン片入れの。チャードン普通ライス第8皿お願いします。ありがとうございます。はい。おきにありがとうございました。おきにおきに。おおきに。
初めて来られるんですかね。ここは初めて。あ、じゃ京都では行ったことあるけどね。あ、本店の方。はい。美味しくいただきました。はい。何をご注文されたんですか。僕はチャーシュー麺と、こっちは普通のラーメンと、チャーシュー丼。美味しかったです。なんかやっぱちょっと少ないとなんか満足がしにくいがないけど、このラーメンは結構量多くて満足できて美味しかったです。そうですね。他のところでだいぶ多いですね。ネットに載っとったから久しぶりに寄してもらって、味はやっぱめちゃくちゃ変わってない。これね、食べたかったけど京都まで行かなあかんかったからね、ネットで見てちょうどよかったです。今日は満足して帰りますわ。中華そばいう感じやもんな。そうですね。これよかった。今日も一日感謝して帰るわ。ありがとうございます。今欲しい。はいよ。はいよ左上からちょっと欲しいですね。はい。こいつ。はい。お店ちょっと待ちでお願いします。はい。こっちもなし。お願いします。第一朝日のスープってこんなスープっていうのがそうですね。あれば教えていただきたいです。毎日食べられるスープラーメンですね。なんかこってりすぎたら重かったりするじゃないですか。で年齢重ねていくうちにちょっと胸焼きしたりすると思うんですけど、まあ僕らのラーメンはもう毎日食べれるレベルのあっさりだけどコクがある感じのスープを目指してます。それこそ毎日試行錯誤してます。もう完成されたわけじゃなくて、完成しちゃったら成長がないので、もうメンバーに入るときは毎日試行錯誤してます。今日のスープこんな感じだな、昨日のスープこんな感じだったなとか、その日によってスープのなんか色が違うというか、でそれに合わせて僕らが調理をするっていう感じです。毎日が試行錯誤の連続ですね。どんな方ですか？さっきサイドメニュー入ってもらおうかな。はい、麺匠。特製ラーメンを2つです。硬いめですね、どちらも。初めて来られたんですか。初めてで、嫁はんがここ京都にあるっていう知ってて、そこ行ってみたいって思ってたけど行けなくて、で今回こっちにできたっていうんで
じゃあ行ってみようかな。めっちゃうまかったです。普通のラーメンなんですけど、普通のラーメンでもあんだけチャーシューが入ってたら食べ応えあるし、でまあ麺の量も多いんで、もう男には全然十分なうまかったです。友人も家にここから近くて、で第一朝日が近くにできたっていうのを聞いて、僕は今日白ご飯と小ライスとチャーシュー麺頼んで。美味しかった。一応今中体感じゃなくて体感使ってるんですよ。あ、そうなんですよ。まだホームページの更新ができてないんですけど、中体感っていうやつよりもっと大きいやつ、体感バラっていうやつを使ってます。120キロより上の。そうです。もうワンサイズ大きいやつを使ってます。大きいやつの方が単純になんかね、豚骨感が出るというか、でその中で僕らの技で豚骨感が出過ぎないように作るラーメンを作ってるじゃないですか。そもそも体感バラっていうのが、それも全然市場に出回らないものなんですよね。なかなか一元さんではそもそもなんていうんですかね、納品ができないと思って言われですね、3年がまさにこれなかなか使ってるとこないんで、これも豚のうまみを取り損ねないようにの機材を使ってるんですね。麺揚げに関してもこの大きい釜で茹でるからこそ、この一本一本に全部火が通りやすくなるんですよ。均等に通りやすくなる。だからラーメンの仕上がりとしてもこの釜を使った方がクオリティ的にも上がっているって感じです。今僕めっちゃ簡単そうに麺揚げしてるじゃないですか。意外にこれがめっちゃむずくて、この、従業員を育成するってことに関しても普通のところよりは時間をかけてるのかなと思います。麺揚げに関しても結構奥が深くて、麺揚げする人で味が変わるぐらいのレベル感なんですね。やっぱ天満はやっぱり夜飲みに需要があると思ってるんで、そこの終電までの時間を営業したかったっていう思いがあって、で僕らが同志でやるっていうのも結構ポリシーでやってて、でそこから14時間を計算して朝の10時から24時飲み終わりに来てほしいっていう思いで営業のしているのかもしれない。ありがとうございます。麺に関しても製麺所その方に作ってもらってるんですけど、その日によって湿度とか温度とかによってなんか麺の茹で上がり方が全然違うんですよ。なのであえて何分っていうのは決めてなくて手でかけます。ありがとうございました。触って硬いな。お客様を満足させたい、業者様を満足させたい、従業員を満足させたい、もっと言えば関わる全ての人を幸せにさせたいとかしたいっていう思いからそうするためには店舗展開する必要があるよねっていうので辿っていった。でもっと言えば企業理念で感謝を第一にっていう企業理念があるんですよ。それを全うしたいっていうのもあります。45分ぐらいだな、寝たの。セット一丁から。セット一丁、セットに一丁があって、こう言って。3丁上がります。はい、3丁、追加3丁。はい。ぜひ来てください。待ってます。
なんでその山ためいう名前になったんですか？父親が、私の父やおじいちゃんにね、はい、力持ち中うどん屋さんって、はい、あと京都とか大阪にあるらしいんですよ。はい、でそこで、修行っていうかやっていて、はい、でそれがのれん分けみたいで感じで山ためのれん分けじゃないんやけど山ためっていう店をせんかっていうことでやりだしたっていうのが最初って聞いてます。ちょっと昨日遅くてね、はい、3時頃帰ったんですよ。夜中のですか？そうです。お風呂入りたいからね、お風呂じっくり入って30分45分ぐらいかな寝たの。今日は特別これは特別けどこれをやる日がたまにあるんで、はい、ありがとうございます。表になって売れちゃった。あ、こっち。これで作ってで仕上げていく骨とか柄を抜いて仕上げていく。他の店だったらもうこっから直接取ってお皿あったらこうザルあってこうしてやーとかもううちそれを先やってやる。それはそれで大変なんですけど。まあそういうことね。ああ、1袋30なんで、10なんで30万。普通こんなん朝やっとくんやけども。こ
さんに変わったとこないね。危ないからね。どこで何になるかから。ほんまにさっき言ったように話が聞いてないんで。こう骨あんのよ、ここにバラで、でこの骨のひっついたこれがチャーシューにやってもボロボロになってもこんなんが豚にならんから、もう最初から落として。なるほど。さすが皆川さん。新車や中古バイクの販売修理なら和歌山に目指して55年。モーター人気ママ手作りの美味しいケーキと合わせて厳選したコーヒーと紅茶、落ち着いた雰囲気の隠れ家カフェ。1年以内に歯医者に行きましたか？別に歯は痛くない。
おはようございます。市場のお客さんから注文聞きます。はい。お二人。はい。中華とライスください。中華ライス。中華で。はい。ちょっと柔らかく。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。お待ちどうさま。中華にしようかよ。はい。いらっしゃい。お待ちどうさま。はい。いらっしゃい。じゃあすいません。こちらのテーブル席お願いします。はい。じゃあね、奥の手前側で。奥の奥で。はい。行くよ。はい、普通の方。食べております。少し辛くいただこうか。はい、辛口セット。はい。はい。まず赤方。あ、気をつけてね。はい、ありがとう。ありがとう。終わっちゃうな。中華にカレーライス2丁で。はい。肉カレー上がりました。はい、115でごめんよ。ありがとうございます。はい、お待たせしました。
ーシューで盛りになってます。はい、お待たせです。はい、おつけもつけて、はいどうぞ。はいどうぞ。はい、カウンター OK です。奥のカウンターの。あ、そうなんですよ。あ、めっちゃサービス精神を感じる。ありがとうございます。はい、中華一丁。中華にカレーライス2丁。中華にカレーライス。お待たせいたしました。中華チャーシューライスに漬物1丁。はいどうぞ、お気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、お席どうぞ。いらっしゃい。お次何名さんですか。はい、中どうぞ。ライス2丁。はい。中華ライス1150円で。こちらです。じゃあお願いします。150円です。はい、です。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、すいません。チャーシューです。お待たせしました。はい、失礼します。お待たせしました。チャーシューとライスです。はい、どうぞ失礼します。はい、おかわり一丁です。
はい、固め上がりました。おかわりで。どれぐらい？どんぐらいのだけど、そう久しぶりに来ましたよ。私は若い時ですね。22、3歳ぐらいの時かな。もう24年ほど前ぐらい。これね、いつもね、俺チャーシューのせるの。チャーシューまでいくんや。これいた。まあ、お時間はお茶してるかもしれない。お一人様すいません、こちらのお席でお願いします。これをお渡しするんで、お荷物どうぞお下からお願いします。はい、次のお客様どうぞ。はい、お待たせします。セット1丁から。はい、セット1丁、セット2丁。はい。200円です。ちょうどです。ありがとうございます。チャーシュー2ライス1つ盛りで。チャーシューと、はい。中華そばと、はい、中華とチャーシューと。はい、で、ライスが2つ1個多い。はい。中華ライスから。はい。失礼します。はい、お姉さんから中華です。はい、どうぞお待たせです。はい、盛りライスと漬物です。はい。もういつも一緒です。チャーシュー麺とライスと漬物です。はい、
中華にライス一丁。ライス盛りです。乗せてもらおう。お茶持ってこなくて。うまい。こちらでお願いします。ちょっと食べたいです。はい。はい、中華ライスです。お待たせしました。はい、どうぞ。はい、中華そばと。はい、中華ライスです。お待たせしました。でかちです。めっちゃ。よいしょ。開いてる。中華から上がります。中華一丁。はい。はい、お待たせしました。失礼します。はい、辛味噌です。はい、どうぞ。これ唐辛子よかったらお使いください。チャーシューです。お待たせしました。お味の方いかがですか。味噌いかがですか。ありがとうございました。ちょうどです。駐車券よろしい。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、セットです。はい、中華。はい、中華です。お待たせしました。はい、どうぞ。ヤンシーはもうほんま幼稚園の頃からずっと。
覚えてるんですか？覚えてる。美味しいです。チャーハンとかじゃなくて、ラーメンと白ご飯みたいな組み合わせが多いんですか？チャーハンではない気する。ご飯かおかずよな。ラーメンがおかず。ありがとう。常連のすいません、いつもすいません。はい。ありがとうございます。気をつけてありがとうございました。はい。ぜひ来てください。ここやっぱり声が変わっていってるんやと思うよ。昔はね、お稲荷さんもあったのにとかね、やっぱり言うお客さん、今もうやってないんやなとかね、昔は丼もあったとかね。で2ラーメンのマスターがやっぱりラーメンを主にしたんだね。今。美味しかったです。はい。ネギファイヤー、いや見てて面白い。ネギファイヤーいきます。300です。いいよ。僕は好き。めちゃくちゃ美味しかったです。はい。こちらはもともと難波でラーメン屋をやってた、難波閉めてこっちに来たんです。移転っていう形で。そうそう。系統は違ったみたいだけど、二郎系ではなかったらしい。普通のラーメン屋さん。
二郎系って中毒性があるからまたすぐ食べたくなるような感じの味付けになっております。まあまあ他のラーメンよりかはその濃いというかガツンとくる感じのラーメンじゃないですか。やだ。撮られてる？このモップの姿を。
ゃあネギファイヤーいきます。いきます。150のネギファイヤー、ニンニクなし油です。下からどうぞ。で300のネギファイヤー全部普通です。どうぞ。ニンニクなしで。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。僕初めてですよ。皆さん初めて。何この牛すじ麺とネギファイヤーと。ネギファイヤー。ラブラブ頼まれた。300。300。お腹いっぱいになりました。ああ、もう満足ですね。二郎系でもその牛すじ使ったやつってなかなかないと思うんですけど。珍しいですね。お味ってどんな感じなの？僕は好き。ええなと。美味しかったですよ。柔らかかったし。なんかこうゴロゴロした筋とか結構多いけど、ここちょっとでも細長い薄めやったんで、すごい柔らかくてうまかったです。はい。あれ、養生かける感じ。
イス定食の200どうぞ。ボリュームがはい、そういう時も車線どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。最に肉油の量として300です。いいよ。しました。カレー定食の200でも普通ですね。こちらが普通の200。ただいま。ありがとうございました。ネギファイヤー行きます。今日初めてお店に来られたんですか。はい。何をきっかけに知られたんですか。いや、近所で工事しとって昼飯食べに行こうかって美味しそうやなって一回行ってみようか。今日はラーメンライス僕は何グラム頼まれたんですか。200グラム。なんかお腹いっぱいそうでしたけど。お腹いっぱい300したらもう無理でした。そうだね。いや、多分300も食べれない。めちゃくちゃ美味しかったです。はい。
さい少なめ、ニンニク油なしで。どうぞ。汁なし、ニンニクなし、ニンニク油です。はい、すみません。はい、生卵で。ありがとうございます。はい、どうぞ。めっちゃうまかったです。食いやすかった。汁なしでした。はい。の300。300ですね。温度が食べやすい温度だったんで、熱々ってわけでもなくて、なんですごいすすりやすくて、スッと入っちゃいましたね。牛すじというか豚じゃなくて牛すじが乗ってるって結構レアだなっていうのは珍しいなってなったんで、今まで食ったことないような味だったんで美味しかったです。そうですね、卓上に紅生姜があって、それを普通にラーメンに入れて食ったっていう。全然違うっす。書いてありました。入れてみな世界変わるよみたいなこと書いてあったんで、じゃあ入れてみるか。変わりました。多分それであと200いけるなっていう。ネギファイヤーいきます。全部肉油が増しです。はい、ありがとうございます。下からどうぞ。はい、200。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。何グラム食べられたんですか200グラムの普通、全部普通で美味しかったです。はい、食べやすい感じしました。あんまくどくない感じ。ネギファイヤー、いや見てて面白いだいぶネギの味しました、食べてて、最初食べる前に匂いしましたし。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。女の人も食べやすいようにしてるスープだから、普通の牛すじやったら脂っこいとか、けどうちはそのハラミの筋を使ってるから。ハラミの筋なんですか？そうそうそう、ハラミについてるだからそんなに脂っこくない。ハラミもこの肉もちょっとつけてもらってるから、肉食べてる感もあるし、筋食べてる感両方あるっていうのがうちの牛すじ。
200の野菜マックス、ニンニク普通、油増し、トッピングチーズです。どうぞ。一番その苦労したことですか？いや、ないんですよ、それが。苦労とは思わへん。なんやろ、ラーメンの味はもう常に変わっていってるから、研究はしてますよ、常に。ただそれを苦労とは思ってない。苦労はないです。三つ子が生まれるんですよ。12月の25に。三つ子生まれたら三つ子キャンペーンするんでいや、一応まあ値段を下げようかなと思って。今上に1歳とちょっと2ヶ月の女の子がいるから、三つ子は全員女の子。あ、じゃあ女の子ばっかりですか？4姉妹働かんと。ただいま。でももし4姉妹ってなると、頑張りがいもありますよね。まあ頑張るしかないっていう感じなんで。